皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はチャームさんの送料合わせの商品、これがおすすめということでご紹介していきたいと思います。実はこの動画の冒頭に流させていただいた一覧の商品、これがですね、もう正直今回紹介するものの全て一覧になります。そこだけ見てね、もう結論になりますので、もうこの動画いいわっていう方はね、もう仕方ないと思うんですけど、一応ね、これから一つずつ紹介していきたいと思います。で、なんでこんなね、動画撮ろうかと思ったかと言いますと、実はもともと私ね、チャームさんで購入するときに、やっぱり送料ラインってあるじゃないですか。6000円ということになりますが、その6000円をギリギリね、で足りない時にいつもね迷うんですよね。何買ったらいいかなっていうの結構迷ってて、で、なんかねそういう一覧にしてくれてるもの、おすすめのものってあったらいいなってずっと思ってたんですよね。ただそんな動画ありませんでしたし、自分用としてもこれ使える動画になるんちゃうかなと思いましたので、最初のね、冒頭に一覧にすることで、私もすぐにね、思い出した時に検索することができるということで、そういう意図を込めて作っております。で、送料合わせって考えると、だいたい500円とか1000円ぐらいかなと思います。で、チャームさんのね、500円以下おすすめっていうのがあって、で、これで見ると、意外とね、商品少なかったんですよね。で、1000円以下で調べてみると、これがね、めちゃくちゃ数が多くて、これでもう161ページぐらいありました。正直めちゃくちゃめんどくさかったんですが、今回ね、いろいろ選んで購入してみました。はい、で今回送料合わせということで、商品の選定基準としてはなるべくね消耗品関係、そんなんをね選んでいます。で金額的にもだいたい500円以下がほとんどで、ちょっと一部で500円超えているものもあるんですが、ほぼほぼ500円以内になります。ということでこちら、いや結構買っちゃいましたね。送料合わせの商品をメインで買うやつなんかほとんどいないと思うんで、いやこれはねぜひ参考にしていただければと思います。で一部ですね、実は以前に購入しているものも混ざっているので、今回購入したやつ以外のものもちょっと混じっています。はい、では早速ご紹介していきたいと思います。これね、送料合わせって結構こういう缶バッジ、チャームさんオリジナルのものであったり、こういうね、なんかマスコットとか買っちゃいがちですよね。別にこれはおすすめってわけじゃないんですが、一応載せておきました。では一つ目こちら。メディフィッシュになります。いや、これはですね、本当に鉄板の商品というか、私、この餌以外使ってないんですよね。小型熱帯魚用フードということで、今回これね、私 40g の方を購入しておりまして、これが698円。で、この瓶タイプ、これが 30g で528円。そして 20g の方が380円ということで、20g だと500円を切っています。価格を考えますと、この大容量の 40g が一番ね、お得かなっていうふうに思うんですが、お試しで 20g の方380円で購入するっていうのも、ありなのかなっていうふうには思います。こちらの餌の特徴としましては、指向性がね、本当に抜群と書いてありまして、私もですね、アベニーパファー、結構ね、餌、結構悩まれる方いらっしゃると思うんですが、私の環境下ではアベニーパファーとかも食べます。で、こちらは浮遊性ということなんですが、結構ね、沈んだりします。で、沈んだかなと思ったらまたね、浮いてきたりとか、そういう飼料になりますので、上層を泳ぐ魚から低層まで、結構ね、まんべんなく与えることができます。免疫とかも高めたりすることができるということで、本当にこれはね、おすすめの餌です。はい、ではお次に行きます。次はこちら、上畑の液状接着剤 20g になります。いやもうこれは鉄板ですよね。こちらは 20g で498円ということで500円切りです。いやもうこれはですね、ご紹介するまでもなく、レイアウト水槽を組まれる方だったら大体ね、一度は使ったことがあると思われます。こちらの補助剤を組み合わせることでですね、かなり強固にレイアウト素材、石だったり流木っていうのをくっつけることができます。補助代がだいたい300円ちょっとということになりますので、これをね合わせて購入するっていうのも結構ありだと思います。ちなみにこちらは同じく上畑のゼリー状接着剤 5g になるんですが、これはですね、どっちかっていうとやっぱりね、水草を溶岩石とか石に活着させるとかで使う方がいいのかなっていうふうに思いますので、どちらかというとレイアウト素材とか考えるとこちらのね液状の方がいいのかなっていうふうには思います。この接着剤のも最大の魅力は何といってもこの瞬発力、スピード感ですよね。もう本当にこれ液垂らして煙が上がったらすぐに固着するということになりますので、そのあたりが最大のねメリットですよね。はい、ではどんどん次に行きます。お次はこちら、水草その前にということで、こちら 1g で182円になります。いやもうこれもですね、もうほとんど説明いらんのちゃうかなっていうぐらい、もうチャームさんでもね多分一番売れてるんじゃないかなっていう商品だと思います。
これはあった方がいいですよね。特に水草ね、購入したり、私も結構フリマアプリとかで購入したりするんですが、その時に、何がついてるかわからないので、その水草の農薬であったりだとか、貝の卵とかね、そんなんを除去できるということで、やっぱこれはね、あると本当に安心ですよね。というか、なかったら結構不安になるぐらいですので、これはね、ストックしといた方がいいかもしれませんね。はい、ということで、お次です。お次はこちら、逆流防止弁です。はい、これメーカーとかあるかちょっとわからないんですが、チャームさんで1つ144円の商品になります。でこちら当然私も使っている商品になりまして、やっぱり逆流防止弁ってどうですかね。結構私定期的に変えるタイプで、はいっていうのも流量とかがやっぱり使っているとね、これ中にゴムが入っているので、それがね劣化してきたりするんですよね。はい、そう考えるとやっぱり消耗品かなっていうふうには思いますので、これもね一応入れておきました。でこれは一応 CO2 とエア空気ですよね。エアレーションどっちでもいけるというふうに書いてありますので、ねコスパ的には非常にいい商品になるんじゃないかなと思います。もっとね目立たないやつとかいろんな商品あるんですが、やっぱりね、安さっていう点ではこれがね、結構おすすめなんかなというふうに思いましたのでご紹介しました。ではお次、青森県産ヒバエキス 20ml になります。いやこれですね、皆さんヒバって聞いたことございますでしょうか。これ実はですね、苔とかテラリウム系のね、カビの防止であったり、虫とかを抑制してくれるものになります。でこちら 20ml で398円です。ヒバというと、実は私こちらヒバ油というね油、ヒバでできたこの油っていうのをもともと購入しておりました。これもね結構良かったんですけど、実はこれねめちゃくちゃ臭いんですよね。でそれに対してこちらのヒバのエキスになりまして、そんなにこれね匂いきつくありませんでした。ヒバのこの油っていうのとそこから抽出したエキスっていうので、だいぶ匂い違うんですかね。これねもともと油だとねめちゃくちゃ臭くて、正直ね結構気持ち悪くなることがあったんですよね。その点このヒバエキス、こちらはですね匂いが結構抑えられてて、はい、こんな風に 500ml にだいたい1滴ぐらいということになりまして、これ多分1年以上持つんじゃないですかね。コスパも本当にいいという商品になります。でこちらはエキスということで、油とは違いまして、水にもね混ざりやすい感じがしますので、割とこっちの方が使いやすい気はします。例えばコケリウムであったり水上の植物とかに振りかけてあげることで、カビ類とか虫とかを抑えることができます。で私はミスト式とかで立ち上げるときにも使ってまして、特にね何か問題があるとか、これ生態に影響があるっていうのは今のところあまり感じないので、はい、これはね割とおすすめかなと思います。ということでお次です。こちら恐林の高性能活性炭ブラックホールになります。いやもうこれもですね、もうあんまりご説明する必要がないかなと思いますが、本当にね高性能の吸着剤ということになります。今画面に映っているのはこれ大容量5個パックということになりまして、割とね金額的にはするんですが、60センチ水槽用の2回分1箱で、これが498円で売られております。2ヶ月に1回ぐらい交換しないといけないんですが、やっぱり流木のこの黄ばみとかアクとかを吸着するにはやっぱりこれですよね。でこれ本来は外部フィルターとかに入れて水がね通るところに入れないとあんまり意味ないっていうことなんですが、私は一応90センチこのアクリル水槽の中にもそのままドボンして、はい、なんとなくね水が通るところには入れたつもりなんですが、なんとなく効果はあるような気はします。本来は外部フィルターに入れるものです。はい、ということでお次です。次はこちら、交換用高密度マットお得用10枚入りになります。これですね新しいものなんですが、なんでかこれ開いてました。いやそんなことあると思って一応ね10枚ちゃんとあるんか確かめて中見てみたんですが、ちゃんとね10枚一応ありました。はい、でこちらお値段409円になります。でも私ね一応上部フィルターって持ってないんですよね。でこれなんでね私おすすめとして、購入しているかと言いますと、いろんなねフィルター、私試作フィルターとかありまして、そんな時にこれをねカットして使ったりしてるんですよね。であとは投げ込み式のフィルターとか外掛けフィルターとかで備え付けでね売ってるフィルターとかあるじゃないですか。活性炭入りとかあれ結構お値段するので、私これをねカットして、はい、それの代わりに使ったりしています。効果はそっちよりはね下がるかもしれないですが、一応これでもね私今維持できてますので、はい、定期的に消費しているものになります。でお次はこちら、これねちょっとね間違えました。いやーもうねチャームさんで普通に見て買ったらねサイズミスりまして、はい、これねウールパッドで外部フィルター用になるんですけど、めっちゃちっちゃいんですよ。
はい、これがですね、私がご紹介したかった方で、これです。全然サイズ違うでしょう。はい、こちらがウールパッドの外部フィルター用500という商品で6枚入りになります。これが548円で、小さい方がね、実は500円切りだったんですよね。で、パッと飛びついて買っちゃったんですけど、サイズ全然違って、いやだからこういうことがね、皆さんあるんですよ。送料合わせでね、こう急いで買っちゃうとね、こういうことがあるので、そういうのをね、防ぎたいっていう思いも込めて動画を作っています。はい、ではお次です。で、こちら。硬質溶岩石露材1リットルになります。こちら480円ということで、溶岩石の露材ですね。はい、いや、これはですね、皆さん結構私よく使ってるもので、底面フィルターのね、露材とか、はい、そんなんで結構使ってます。でね、これもね、ちょっと気になったので買ってみました。これ、溶岩砂ですかね。ボルケーノと書いてますね。はい。これも1リットル。こちらが380円となります。溶岩石露材よりもかなり細かい砂状のものになりまして、いや、ちょっとね、気になったんですよね。使いどころとしては、例えばね、化粧砂とかね、やっぱり白いもの多いじゃないですか。それの代わりにこの溶岩石、砂を使うっていうのは割とね、ありかなと思っています。先ほどのサイズを間違えたね、ウールパッドの上に、いやー、早速使い道を考えました。もうこれしかない。はい。こうやって出してみるとめちゃくちゃ細かいですね。これ全然サイズ違います。何倍って比較できないぐらいね、めちゃくちゃ細かいですね。いやー、これ使い道どうかなってちょっと今考えてるんですけど、さっき言ったね、化粧砂の代わりに使ったりだとか、あとは私、アガベとか開根系の植物も所有しておりますので、それもね、化粧砂として使うっていうのは結構ありかなと。富士溶岩石ちゃうわ、何やったっけ、富士砂か。富士砂みたいなのがね、結構あるんですけど、割と高いんですよね。これ1リットルで380円なので、その代わりにね、できるんじゃないかなってちょっと思っています。はい、ではどんどんいきましょう。次はこちら。形状おまかせ極細ルーツウッド 50g になります。こちら600円になりまして、ちょっとね、500円は超えちゃってるんですけど、いや、何かとあったら便利だね。この細い、流木。やっぱりね、この細かいディティールとか、そんなんをこう演出するのにね、使えるんですよね。以前私もこれ購入して、ご紹介している商品になりまして、他のね、アクアリウム系 YouTube されている方っていうのも、結構ね、紹介されておりました。で結構これね在庫なしになることが多くて、そもそもね元々の用意している数が少ないのか、あるいは結構人気商品なのか、いや多分ね人気なんだと思うんですよね。そう考えると買えるときにね買っておかないといけない商品だと思いますので、はい、これも送料合わせとして割とねおすすめになります。小さな水槽とかで使うっていうのもありだと思いますし、例えばね大きな流木にこう貼り付けていってですね、こう細かいこうねディティールっていうのを生み出す、こういうのもありです。はい、ということでいよいよ最後です。最後はこちら。水槽のマットになります。これですね、ちょっと一部違うものを今お見せしておりまして、60センチ水槽用マットの5ミリ厚。はい、のもので、ちょっとね、色グレーになるんですが、それが468円でした。こちら多分45センチ水槽用だと思います。黒で、同じく5ミリ厚のもの。黒い方だと598円なので、グレーの方が安いんですよね。でちなみに私のこの45センチ水槽用は420円、黒で420円になりますので、こだわりなかったグレーでもいいかなっていうふうに思います。こんな風にね、私商品紹介するときとかのこのね、下敷きに使ったりとか、これ皆さん覚えてます？エアレーションプチということでね、めちゃくちゃちっちゃいエアレーションのストーンですね。はい。こんな視認するのに使ったりします。そんな使い方しなくても、やっぱりこれね、消耗品になりますので、これはね、一つご紹介しておきました。はい、ということで、以上11選ですかね。はい、すべて合わせると11個の商品をご紹介しました。私ね、基本的に使っているものばっかりです。一部ね、ヒバのエキスとか、あれに関しては初めて使ってみたんですけど、結構良かったので、はい、これはね、一つ入れておきました。なかなかね、これ検索するのに時間かかりましたので、今後はね、自分用としてもね、使っていけたらいいかなと思いますし、これがね、参考にしていただけたら、私としては非常にね、嬉しく思いますので、ぜひ動画、あと概要欄もね、一応多分載せてると思いますので、その辺もご参考にしていただきながら、送料合わせで迷った時にね、動画見ていただいたりとか、参考にしていただけたら大変嬉しく思います。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。
。